フロント足回り。前はこういうふうにタイヤが切るから、それがまず当たらないことだよね。もう普通やるのはこういうところを叩くとかね、あちこち叩いてタイヤがちゃんと回転できてどこにも触れないっていうことを前提に足回りの話をするわけですよ。タイヤが当たらないっていうのも静止状態で当たってなくたってゴンってストロークした時にはいろんな動き方が違いますからね。だけどどうしても当たってしまう、上に当たってしまうとかっていうんであれば、バネレートをどんどん硬くしてあんまりサスペンションの上下動をさせないによって、ぶつかるところぶつからなくなるという悲しい解決法もあります。必要な分動いても当たらなくするっていうのが正しい解決法です。そっちの方を目指してほしいもんですけど、現実はそううまくいかないんで、僕も、標準だったら GT だったら12キロとか14キロのスプリングですけど20キロ入れてます。フロントはね、後ろに比べて鎖骨調の限界が早いですね。これを見てもらえば分かるんですけど、もう下げれないじゃないですか。これ以上下げたかったらバネを短くするしかない。もう一つの方はこのロックシート1個取る。例えばロアブラケットとスプリングのシートのロックは1個で全てを兼ね備えてしまいましょうっていう人だったらこのを抜いちゃいます。そうすると下げ幅が稼げますから、この分もうちょっと下げられます。今度は配線。ここにシルビアとか日産車は太い配線が通っています。これにタイヤが吸っちゃったらアウト。皆さんはエンジンルームを通して中から入れてるんですけど、僕はそれも嫌だった。なぜかというとエンジンルームに配線を通すと車高低いからやっぱりエンジンルーム通してるんですねとか言われちゃうんですよ。めんどくさい。そんなものいちいち自慢したくないので、僕はここから通したやつをこの奥にここから入れてる、エンジンルームから見て配線も上げてねえじゃん、どうなってんだよあれっていう感じでですね、見えないけどですね、心の中にシャコタンスピリッツを持ってるわけですよ。もう一つ、シャコタンといえばつらい位置、セットですよね。つらい位置じゃないシャコタンなんか格好悪くて乗ってらんないですけど、だから僕もどんどんスペーサー、ワイルドウェットスペーサー 30mm プラスアルミスペーサー 5mm とか入れてます。それをするとですね、本当にタイヤの軌跡がこう変わったり操作性が悪いんで、最近ロアアームを伸ばしました。 30mm ロアアームを伸ばした分 30mm スペーサーを入れなくて済んだので、ハンドルの戻りもよくつらい位置も出て、正しいシャコタンつらい位置に一歩近づいたんじゃないかなと。外装。吸ったらアウトだとか事故だとかなんだとか言ってましたけど、リップスポイラーに関してだけはですね、どうしても吸っちゃいます。ここが一番低いし、言い方を変えればリップスポイラーがシャコタンセンサーだと思ってもいいと思うんですよ。これを吸ってたらこれ以上はもうこのダースは無理だなと。柔らかい部分を作っておくっていうのは、上級シャコタニストにとってですね、これまた常識と、これぐらいになったら限界です。もう交換した方がいいです。なので上級シャコタニストたる私はスペアのリップをもう塗って持ってます。ダメになったら交換するっていうよりは、明日ちょっとキメキメでカーショーのギャラリーでも行っちゃおうかなとか、天気がいいからどっかのパーキングエリアに行っちゃおうかなっていう時はこっちに付け替えていきます。普段は多少吸ってもしょうがないですよ。ここからは街乗り術を川崎が指南。ダンスあふれるストリート、シャコタンマシンで乗り切る秘訣とは。大体道路ってトラックが多く走ってタイヤの後で陥没しちゃうわだちができるんだけど、そこにタイヤ乗せちゃダメですよね。わだちができる真横の盛り上がってるところにタイヤを乗せちゃうと。シャコタンの車で路面につかない、ほらこういうとこもそう、真ん中にタイヤを乗せる、ギリギリね、車線の中で少しオフセットして走るとかね。こっち移動する時とかもほらここにタイヤを乗せるのさ、こっちは盛り上がってるから、このタイヤを乗せとく限り、フレームとかメンバーをする可能性は非常に少ないです。盛り上がり大好きみたいな。プラス自分の車のタイヤがどこについてるかっていう、例えばアクセルペダルのつま先の先の延長線上に運転席側のタイヤがついてる、助手席側はどこにタイヤついてるかっていうのを理解してないと、それをこう変える時にこうまたタイヤに乗る、タイヤで乗せるっていうプレーができないわけだね。この走行する時は後ろの車とかをよく見なきゃダメだね。邪魔くさくなってもしょうがないよね。後ろにいないんだったら何も道路の真ん中を走って危険になる必要はない。あとね、あんまり相手に近づきすぎるとほらこういう路面のが読めなくなるから、ちょっと離した方がいいよね。交差点付近なんか特にそうだよ。あとはね、
乗車姿勢もシャコタンっていうのは大事で、乗車姿勢っていうかこのバケットシートと人間ね、バケットがドアに隠れるぐらいでね、だから首だけが前に出る、横からこんな感じだね。肩が出るようだとね、シャコタン乗りとしてちょっと恥ずかしいね。川崎が向かった先はシャコタンマシンにはつらい立体駐車場。こう出口とかはこう見とくの、段差、あ、この出口は結構大丈夫だなとか、もう普段から目を光らせる、あそこの入り口はいいな、あそこの出口はいいな、こういう駐車場はね入んのが嫌よね。まずだってこれ見て、これだもん、この切り立ったそそり立つ壁だよ、シャコタン乗りからしたら。こういうとこはこういうふうに沿ってまずハンドルで入れ込む。ほらタイヤが乗っかるでしょ。そしたらこっちのタイヤも乗せる。ほらほらほら、すらないね。ステアリングを切った際にボディが持ち上がるのを利用して段差を攻略せよ。こういうところもこの持ち上げの力でボンってこう持ち上げる。ここも余裕だね。まっすぐ入ってこう持ち上げる。こういうのはすることはない。段差に対して斜めに進入しステアリングを切れば段差も怖くない。ラインをこう大きく使ってこうすらないの、のんびりいけばこんなの正面から行ってもすらないんじゃないかな。あ、正面から行ったらするんだよ。やっぱまっすぐ行ったら切ってった方がいいんだよ。これだよ。これはもうどうしようもない。これはもう意を決してほらガガゴヤガヤ。でもこのぐらいこれはフレームがちょっとしたでしょ。この段差も結構あるね。この段差もこれも結構あるけど、もうタイヤをこう落としてもうもうしょうがないよね、もうこのぐらいで済みゃいいよ。立体駐車場を後にした川崎が最後に向かった先は街中にあるコインパーキング。ここにも超えるべき難関がある。それがロックバン。その攻略には意外なものが役立つらしい。ライン乗るかなっていうものを見まして、乗るなと。普通の車と同じ要領で枠へ車を収める川崎。ロックバンの手前に来たところで一度車を止める。このままバックすれば、バタンっていう板にすっちゃうというよりは、バタンっていう板を乗り越した時にバタンっていう板が上がってもいないのに腹に入ってそれ以上下がれなくなっちゃうのが怖いですよね。だからここでコッパをまず使います。コッパなんてジャッキアップする、ドリフトやってるのは誰でも持ってるでしょ。これいつも後ろに積んどく。これ見てください。これが腹に刺さってドスンってなったらもうそれ以上いかないし、前にも後ろにもいかなくなっちゃうんですよ。これが挟まって、これが上がるのが怖いんじゃなくて、これが挟まることが怖いです。なので、こうですね、タイヤの軌跡にこういうふうに置いとく。そうしたらそれを感じながら、今板の上上がった、コッパいった、コッパいった、コッパいった、ほらタイヤ浮いてるでしょ。ぴったしじゃないですか。これ、ここで注意が一つ。これをやるようになって僕も長いんですけど、何回100円パーキングにコッパを置いて帰ったか分かりません。いかがでしたか。シャコタンの乗り方、いいシャコタン悪いシャコタンいろいろ見せてきました。何もね、人よりも低きゃ偉いってわけじゃないですよ。その日一日誰よりも低かってショーに行った、それで褒められました。こんなのはシャコタン乗りとはやりません。僕の提唱する真のシャコタン乗りは自分の好きな車高で、なるべく長い時間好きなところに車で行くと。走りもそうですけどね、デートもそうだし買い物もそうだし、どんなとこに行けるシャコタン、それを目指して皆さんも頑張ってください。極上のシャコタン作りと街乗り編は終了。サーキット編は後半で。